はいどうも、独眼鉄です。本日はこちら新幹線に乗ってある場所へ向かっております。サムネ見たらねすぐわかるんですがね。はい着きました。夢洲じゃない、夢洲。いや普通に豊洲の感覚で夢洲っつっちゃうよね。つか初見じゃこれね読めなくないっすか。まあ何はともあれ来ちゃいました大阪。脈々が踊っておりますね。階段上がりまして、エキスポ2025大阪万博にやってまいりました。まあこの天気ですよ、地獄マジで。入場までねこの並びを1時間ちょいはね、かかりましてね、この日ね、日差し対策何もしておらずね、死にました。いやガチでね、もう動画見返したらもうマジ雲一つないっすね。いやーえぐいっすわ。我ながらね私晴れ男なんでね、もう天気にはもう恵まれまくっちゃうんで、もうちょっと今回も恵まれすぎたと言っても過言ではない。で脈々ね来まして、で最初にね来たところこちら物販ですね。もう入り口からいきなり某ホンダが待ち構えてるというね。いやあれ絶対エドモンドやろ。ホンダ後にしてね、最初のこのガンダムコーナーですよ。いやまさかガンプラ売ってるとは思わなかったね。でピンズやらキーホルダーやら、いやちょっとね改めて見返したらね、このガンプラ買っておけばなーってちょっと後悔しましたね。で脈々グッズもたくさんありまして、やっぱ最初ねキモい言われてたけど、やっぱ見慣れてくるもんでね愛着が湧いてきて、もうグッズの売り上げもすごいらしいからね。それでね大屋根リングですね。いやもう改めてちょっと近くで見たら結構このもう作りがもう圧巻でしたね。木すげえなっつって、いやもう木材がもういやはや、ここがねちょうどね日陰になってちょっとした休憩スポットみたいになってて、でもやっぱこの人がねすごかったっすね。ちょうどこの日がね8月30日に初日行ったんですけど、場内アナウンスで、この日最多入場者数更新したらしく、やっぱりねもう最後の小学生たちの夏休み最後の土日ということで、いやもう人すごかったね。ファミリー層で12時入場だったんだけど、やっぱもう1時間ちょいぐらい時間かかったらもう腹ペコっつう感じで、とりあえずこのねしょっぱなにネパール館のねフードコートみたいなところに来まして、こちら買いました。ビリヤニ、こちら2000円ですね、万博価格で。このビールも1000円ちょいぐらいかな。うまかったんですけどね。ビリヤニもボリュームがあって、で腹ごしらえしたところでこちらフランス館並びました。2時間ぐらい。いやなかなかのしんどさでしたね。でも本当この万博期間中やっぱ個人的に一番満足したパビリオンでしたね。おなじみこちらも皆さんすでに行
いろんなところでご覧になってるかと思いますが、このヴィトンのねトランクが敷き詰められた、これなかなか圧巻でしたね。映像も綺麗で、この彫刻もね、なんとねこの彫刻もこの後もたくさん出てくるんですけど、全部ロダン作の彫刻ですよ。もういや、もうフランスも気合が違うっつって、マジで。いや、このね映像も良くてね、やっぱもうフランスの文化資本の高さをねまじまじと思い知らされましたね。まあね、次のコーナーではこちらヴィトンのプロジェクションマッピング、ヴィトン推しですね。このプロジェクションマッピングもね、なんか地球の創造みたいな感じのコンセプトかな。こちらも見ててお綺麗でしたね。本当に万博来たなーって感じで、本当にいっちゃん最初に入ったパビリオンでフランスで良かったっすね。出ましたね、ロダン。ロダンも何個置いてあんねんって感じで、いやめちゃめちゃ持ってきてたもんな。で続いてこちらね、なんか樹齢1000年のオリーブの木らしく、いやもうこんなのよくね持ってきましたよね。いやだってもう樹齢1000年なんかもう日本で言うとね平安時代とかですかね。いやーすごいっすよ。でね、またロダンです。手が、基本ねこのテーマ的にはなんか手を飾るみたいな、コンセプトなんですかね、フランス的には。で続いてね、こちらがもうディオールコーナーですね。ヴィトンときてディオールかと。ヴィトンが展示されてるのはなんか知ってたんですけど、ディオールが展示されてるとは知らなかったんで、ディオールのコレクションみたいな感じなのかな。パフュームの瓶かな、香水の。でもディオールバッグですよね。これ日本の方のデザイナーの作品なんかなって感じで、なんか女の子とかに値段聞いたらもうディオールのカバンなんかね100万近いらしいんで、こちらの服のコレクションかな。こちらまで真っ白でなかなかビューティフルな展示でしたよ。でこちらも液晶での展示で、なんか昔見に行ったなんかレディヘのライブみたいな感じでしたね。ビジュアライザー。外に展示してある彫刻なんかな、彫刻のレプリカみたいな。レプリカでもなんか雰囲気がすげえあって、もうフランス感すごい良かったです。ナンバーワンでしたね。でプラッとね、やっぱ大屋根リングちょっと登ろうかということで散歩がてら登ってる感じなんですけど、でも本当にこれ一周するのにもう1周で2キロぐらいかな、30分ぐらいかかるらしくて、マジででけえなって。で途中で見つけた韓国館のねこれ液晶の展示もありまして、ちょっと液晶でぼーっと撮ってたら
まさかのですよ。こちらね、まさかのジェニーちゃんが登場ということで、いやもう万博1ちょっと上がりましたね。いやー、韓国館ありがとうございますって感じで、いやたまたまね歩いてて撮れた感じなんで、ちょっと柵越しなんですけどご容赦ください。はーいって感じで、もう眼福ですね。もう最高でした。もうでかい画面で見れるジェニーたまらんですね。はい、この夜のね雰囲気も最高でしたね。サウ時間かな。いい感じにライトアップされて、で花火っすね。花火もねなんか打ち上がんのも知らなかったんで、なんかサプライズ的にすごい良かったっすね。夏っすわ。夏の終わりって感じで、全然まだ暑いんですけど、8月の終わりという感じで、やっぱ花火はねどこで見てもいいっすからね、いいもんだ。はい、で日付変わって2日目ですね。もう最初ねアメリカパビリオン行こうとしたんですけどね、ちょっと入場規制かかってたんで、しょっぱなちょっと韓国館に行きました。でも入ってねすぐなんかこのビジュアルと照明の演出みたいな、最初にねなんか声を録音するんですけどね、それサンプリングして音にするみたいな感じで、面白かったですね。こっちがなんかヒョンデのエンジン、でまたこれもねビッグサプライズ、物販行ったらラリサがおりましたね。ラリサポスターがね売ってましたよ。他にもこちらも K-POP グッズが陳列されてる。セブチのペンライトも売ってるしね。万博かって普通ライブの物販かと思いましたね。でちょうど韓国館出たところでアメリカ館行きまして、もちょうどね入場規制も解除されてたんで、こちらも並びましてね。やっぱ映像見てる感じね、なんか宇宙開発がメインみたいな感じでしたね。出ましたね、大統領。Thank you。中入ってね、パビリオンのスタッフの方がいろいろ説明をされてて、こういうね、なんか宇宙開発の機器とかそういう紹介がメインでしたね。こちらもね、もう正直、個人的にあまり刺さんなかったんですけど、で目玉はやっぱこの月の石ですね。普通の石だった。
別にあれもなんかそこまで刺さらなかったっていうね。でまあね、ドイツフードコートみたいなとこ行って、ビールとソーセージいただきまして、で小休止して中国館並びましたね。中国館まで意外とサクッと入れて、もちろん良かったですね。入ったら入ったでね、やっぱこの何のブスかはちょっとちゃんとよく説明も読んでなかったら分かんないですけど、なんか古そうな歴史のある、なんだけども紀元前3000年とか4000年とか書いてあって、正気かって感じっすよね。いや本当かとガチだったらマジでねすごいんですけど、ちゃんと書いてあるんでガチだと信じたいんですけどね。すごいね。こういうね、なんか古代のいろいろな物が運び込まれててね、やはり中国4000年だか5000年だかのもう歴史でぶん殴られてる感じですね、展示物の。で、中国も中国でこの月の砂を展示してあるというね、もうアメリカバチバチって感じですよおもろかったんだけど。でもガンダムね、ガンダムパビリオン行きたかったんですけどね、抽選マジでどれも当たんなくて、もうリサとユンジンのファンミ当たんのにパビリオンの抽選も一つも当たんなかったからね。あっちで運使い果たしたんでしょう。もうしょうがない。もうそっち当たった方がいいですからね。でね、この脈々の像をなんか皆さん後ろから写真撮ってんなって思ったら、この夕日を見つめる脈々のね映え写真がありましたね。みんなこの映え写真撮ってんだって感じで、で万博に別れを告げて2日間終えましたよ。楽しかったねマジで。なんだかんだ想像の 12.5 倍ぐらいは万博楽しめましたね。結構いろいろなサプライズがあって、パビリオンとかのね抽選とかも当たんなかったですけど、イタリアとかもね行きたかったんですけどね。で本当なんか大阪の人とか周辺の人がねもう何日も通う理由がちょっと分かった気がしますね。やっぱなんだかんだやっぱ現地行ってみて分かる楽しさがありましたね。これはもう大阪行った際もぜひおすすめしたいですね。この帰る日にねちょっとプラッと大阪城も寄って、で帰った感じでもう久々になんかね大阪城行きましたね。数年前に行ったんですけど、相変わらずねもうこの大阪城公園がもう広すぎてね、駅から普通に歩いてもう 2,30 分ぐらいかかる感じなんで、もう公園内タクシーみたいに乗りましたよ。もう縄文前まで行くやつ。さすがにもう万博で疲れ切ってたんでね、ちょっと歩けねえぞということで、天気もいい。この眺めがね素晴らしいっすね。やっぱ大阪やっぱ東京とは違った眺めで、大阪といったらいつもねたこ焼き、個人的には一番のお気に入りわなかを食べて帰りました。いやーやっぱりこちらね美味しかったっすね。ハイボールを添えて最高です。でこれね、万博でゲットしたもうサンリオですよ。もうサンリオもうクロミちゃんですよ。いやもうちょうどなんかいっちゃん最初の初日にほんと入ったタイミングでちょうど品出しされてて、この脈々クロミとか他のシナモンロールとかマイメロとか、でもちょうどのタイミングでもう品出ししてて、いやもう即買いましたね。さすがにねキティちゃんはもう
全部はけちゃってもう在庫がない状況だったんですけど、もうこの黒みちゃん変えてね、もうラッキーでしたね。まあ、やはりね、ピオナとしてはね、マイメロディー&黒みはちょっと手に入れなきゃみたいな感じで、まあ、現在ね絶賛ネットフリックスで、配信中のマイメロディー&黒み、まあ、こちらね主題歌ルセラフィム星野源プロデュースの可愛いが主題歌で使われておりますんで、まあ、こちらねぜひご覧になって、でまあ万博行った際にはねこちらのね、まあ、マイメロディーかクロミちゃんグッズを買いましょうということで、まあ今回も動画ご視聴ありがとうございました。もう万博はもう超おすすめです。ぜひ行った方がいいですね。楽しいです。ではまたここら辺で See you! Bye!